僕の猫、猫の僕。僕の家には僕が生まれる前から猫がいた。ボスって名前のすごく大きな白茶の猫で、胸の毛がふっさふさの立派な長毛種だった。名前の通り、うちで保護するまではここら辺のボス猫で、勲章として片目が爪痕で潰れていた。僕はそれが最高にかっこいいなんて思ってたっけ。僕とボスは一緒に育った。おぼろげな人生最初の記憶は、泣いている僕の頭をボスがザラザラの下で舐めて、ベビーシッターしてくれたこと。そんな風に、僕の人生には、常に猫が一緒だった。おい、起きろかける。4時限目終わったぞ。ほら、起きてるのか？いて、小づくなよ。地味に爪が痛いんだから。同級生が換気のために開けた窓枠に足も上げて器用に座り、青年はにまりと笑う。尖った牙が見えた。窓枠は細くてここは3階だったから、普通なら危険だと叱られてしまうだろう。だけど高校の制服じゃなくて、ブラウンの革パンに、やたらもふもふした上着を羽織っただけの青年には、誰も注目していなかった。今日の日替わりランチなんだろうな。匂うぞ。焼き魚だ。呆れた。それでテンションが高いのか。僕はつぶやいて立ち上がり学食へ向かう。青年は一つきりの目を嬉しそうに細めて身軽く駆け出した。ブンブンと振られる太くて長い尻尾。ちょっと、待てよ、ボス。そう、彼はボスだった。小学校2年の夏休みにボスは動かなくなって、お母さんは泣きながら、ボスはお星様になったのだと説明してくれたけど、僕には理解できなかった。だって、すぐに今の姿のボスが現れて、これからもよろしくな、と笑ったからだ。でもそれをお母さんに話したらすごく心配されたから、僕はボスのことを話さなくなった。子供にありがちな、イマジナリーフレンドだとお母さんは言ったけど、この表情のくるくる変わる気まぐれなボスそのものの彼が、僕の想像上の存在だとは思えなかった。なあ、魚、少しくれよ。食べなくてもいいくせに。嗜好品だ。影膳してくれたっていいだろう。箸で少しサンマをほぐすと、ボスは尖った爪でつまんで口に運ぶ。それは美味しそうに食べるから、おかずを取られて不機嫌だった僕も、思わず笑ってしまうのだった。そんな風に時間は過ぎて、放課後も僕はボスと並んで家に帰る。なあ、かける。何？バレンタインデー、本命チョコもらっただろ？あれ、どうすんだ？僕は少し鼻を高くする。僕は2月14日に告白付きでチョコをもらっていた。隣のクラスの女子だから接点は全くなかったけど、嬉しいものは嬉しい。
でも、やっぱり話したこともない女子だから、答えを待ってもらっていた。どうしよっかな。自然と顔が笑ってしまう僕に反し、ボスはやっぱり真剣だった。かける。俺、お前が誰かを選んだら消えちまうんだ。そういう約束で神様からこの姿をもらった。俺は、もう少しお前と一緒にいたい。え？不意に、長身の腕の中にすっぽりと包まれていた。もふもふの毛皮はお日様の香りがする。僕は生まれてからずっとこの香りと共に生きてきた。心臓がうるさいくらいドキドキと鼓膜を叩く。俺、アケルが好きだ。ライクなのかラブなのかは曖昧な日本語だったけど、僕は気づいてしまった。僕自身は、ボスに対して、ラブなことを、鼻と鼻がくっつけられる。それは、猫の親愛の挨拶だった。僕も、ボスが好き。たとえ嘘でも嬉しいもんだな。嘘じゃないよ。どうしてくれるんだよ。僕、結婚できないかもしれない。その時は、今度はカケルが猫に生まれ変わって、添い遂げられるようにしてくれる約束だ。僕は、震える声で、小さく尋ねる。何猫が好き？虎猫とか、三毛猫とか、黒猫とか。カケルだったら何でも好きだぞ。ちゃんと教えて。そうだな。真っ黒でツヤツヤの髪が綺麗だから、黒猫か。わかった。じゃあ僕、生まれ変わるとき、神様にお願いする。その後は、なんとなく無言で歩いた。腕にもふもふの尻尾が絡んできて、これって手をつないでる感覚なのかなって、ちょっと恥ずかしかった。家に入る前、思い切ってボスに向き直り、一言言ってやった。ちゃんと責任、取ってよね。また抱きしめられそうになるのをかわして、僕は笑いながら家に飛び込んだ。ああ、僕、本当に君が好き。黒猫になる自分を思い描いて、尻尾は長くしてもらおうとか、その日はいろいろ妄想しては、緩んでしまう方をこらえたのだった。